今でマイナス 3.6 度なんですけど、外気温が。修理はね、もうしてもらわないといけないんですけども、FF ヒーターなしで今晩車中泊するっていうのはちょっと無理かなと思うんですね。通行止めですか？続いて料金です。白鳥まで。白鳥まですごい。そうか、困りましたね。おはようございます。ペイです。今回のキャンピングカー車中泊旅の舞台は、私たちが大好きな岐阜県と初めて訪れた長野県の山深い温泉地。しかし今回の旅は全く前が見えなくなるホワイトアウトの連続に、スタック車両、そして事故車両が続出。恐怖のアイスバーンに初めてのチェーン装着も。その後大雪警報も発令され、高速道路は通行止めとなり、全く身動きが取れない状態に。なんとダメ押しは極寒の地で FF ヒーターが故障。私たち史上初車中泊旅途中リタイアなんてことに。自然の恐ろしさと偉大さを肌で感じた岐阜県と長野県の山間エリア3泊4日キャンピングカー車中泊旅。本日は3日目の模様をお届けします。よろしくお願いします。今マイナス8度の世界ですあっちが北アルプス大橋ですね。でこっちが登ってきた道ですね。真っ暗で何も見えないですね。すごい綺麗ですね。こうやって見たらキャンピングカーはこんな感じです。何もないですね。寒い。じゃあキャンピングカーに戻ります。寒い。
じゃあ母ちゃんいただきましょう。ます。ただいまの時刻は7時ですね。で、外気温なんですけども、外気温はマイナス 7.7 度。まあ冷えてきますね。多分ここはマイナス10度ぐらいまで行くかなと思ってます。今日のご飯はこんがり焼きの餃子です。あとはね、お家から持ってきた味噌とで買った、厚揚げと、あとはお刺身ですね。スーパーで買ったお刺身をいただきたいと思います。じゃあいただきましょう。いただきます。いい温泉も入らせてもらって。そうやな、貸し切りであんななちょっと強烈やったな、ね、母ちゃんがまたなんか風呂で強烈なことばっかりするからさ入ってないし、温まっても顔が雪で涼しいから、なんか露天風呂に入ってたんですけどね、外気温がマイナス5度とか6度ぐらいでな。そしたら顔が冷たいんですよ。だから自分がどれぐらい温まってんのかがよく分からなくて、普段より長湯になっちゃうねんな、暑いのに。ほらちょっとね上がるとのぼせてんねんなあれ気ぃつけながらな。なんせでも手が荒れるよね。そう手ほら前のシワシワなのもうシワシワのところに白くなっちゃってね、手がね私たち雪がすごい好きで、まあ、雪深いところに行くんですけど、そのたんびに手がねめっちゃ荒れるんですよね。私はねこの爪と手の間がこう割れてきちゃって、だんだんねここが血が出て吹き出してくるんですよねで痛いんですけど、なんかカメラとか撮影とかで手袋をはめてねやっぱりなかなか撮影って難しいんですよね。でその中でマイナスの気温の中でやるともう手がねもうこんなのできてでそれで荒れてるんで、ちょっと物触ったらすぐね裂けちゃうんですよね。だからね手がねなんかクリームとか塗るんですけどね、なかなかうまくいかないですねこれはね。母ちゃんコーヒー入りました。母ちゃんコーヒーいただきましょう。お疲れ様です。今日も一日ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと眠たくなりましたねお腹いっぱいになったらね。眠たいわ、ね、ただいまの時刻は8時33分です。早いですね。もう寝ようと思ったら寝ます、はい、早い。で外気温なんですけどもそんなね変わってないですね。まあ、これもこういう風になってると思うんですけど7.7マイナス 7.7 度ですね。あんまり下がらないですね。まああんまり下がらないです、まあ、大概寒いですけどもっと下がるかなと思ったんですけどあんまり下がらないですね。で外もね雪はね降ってる、まあ、細かい雪がずっと降ってる感じで積もりそうな感じではないですね。まあ風はねちょっと強めですけどね。これはね小川の温泉で買ったよな。でこれを飛騨の生スイートポテトで、これがね賞味期限が近くって半額になってましたはい、でもこれはねその同じ道の駅で買ったネギ味噌せんべい、これ美味しいよな。美味しいです。これ結構好きやわ。これ美味しい。お醤油のせんべいってあるけどお味噌のね。でこれはねうちの母ちゃんが前誕生日だったんで
誕生日の時に学校の友達にいただいてんな。ありがとうございます。で母ちゃんは学校無事卒業したんですね。卒業しました。証書もいただきました。ちょっとね新しいことを学ぶために勉強を半年行ってたのかなぐらい行きましたね。ずっと毎日朝からね夜までね普通の学校と一緒で行ってましたね。はい。でまたねそれでスキルアップですね。何のスキルアップした？全然頭賢くなってない。いやおもろさのスキルアップしてみたいな。だからねいいお友達にすごく囲まれたみたいで。そうなんだ本当に、ね。ずっと学校からね帰ってきたら楽しかったって毎日言ってました。でもう卒業したらね寂しいってずっと言ってます。ね大人になってもね新しいことができるっていうのは、私もそうですけどこうやって家族でキャンピングカーでこう旅をするっていうのも新しいことでしたし、ナギをお迎えしたのもね新しいことといえば新しいことでしたし、ずっとね私たちは、なんかやりたいなと思った時がやり時だと思ってて、本当はねもうこんな年になったらその後前後関係のことをしっかり考えて行動しないといけないんですけど、もうやりたいなと思ったことは、後悔するぐらいだったらやろうっていうふうに思って、いつもね私が何かやりたいって言ったら家内には背中を押してもらって、やれるだけやりなさいっていうふうに言ってもらってるので、本当にありがたいことだなと思ってます。なので、これからもやりたいことでもねやりたいと思ったことは精一杯やろうと思ってます。なんかこう、踊りもそうだったんですけど、踊りも最初ねプロを目指した時にプロなんかになれるわけがないってよく周りから言われたんですけども、それはねなれるかなれないかなんていうことは確実性は全くないし、本当にそれで生きていくなりわいにするっていうのはごくごく一部の人だったんですね、その時も。なのでもうそれでやれるなんてやれる、ただねなんかねやれないとは思えなかったんですね、どうしても。でやれるかどうかも分からなかったんですけど、本当にねなんかやれないとは思えなかったので、これからもねそういう人生を歩みたいなと思ってます。こんな山の中に来てもうシーンとしてるところに来るとどうしてもいろいろねセンチメンタルになりますね。でもそういう気持ちを忘れないようにしていきたいね。毎年やっぱり一年一年、年齢重ねていくとだんだんこういろんなことに億劫になって、そう難しくなるね。本当に今家内が言ったように去年できてたことが今年できない。普通の生活の中でももちろんあるんですけど、私たちは一応ダンスをね教えさせていただいたり人前で踊らせていただいたりするんですけども、やっぱりね去年と同じ動きができないとか同じトレーニングをしてるのにできないとかっていうことがね増えてきたんですね。特に最近増えてきて、技術面ではねもう多分今が最高潮に踊りも上手になったんじゃないかなって自分でもそう思うんですね。正直な気持ちでそう思えるんですね。ただ体力がない、それを持続できないっていうのは本当に一瞬だったらっていう意味で技術はもう最高潮かなって思うんですけど、それを一つの踊りとして形にはできないっていう、もう何分かあるんですけど、その分数を踊りきれないっていうことになっちゃったんですね。なのでそうか、これが年齢を重ねるっていうことかってしみじみ思ってます最近。なのに今までで一番早い音楽を今私を含めるダンスのグループがあるんですけども挑戦してるんですね。もう年齢で言ったら絶対無理だっていう年齢の、私も含めて集まってるんですけども、でもなんかこうそれこそ一つ結果を出したいなと思ってるんですね。どの世界でもやっぱり若い人に伝えていかないといけないっていうことをよく言われると思うんですけど、私はもちろん若い方にも伝えたいとは思うんですけど、全世代にね
伝えたいな、それもパッと一瞬で心を射抜きたいなって思ってるんですね、今回の踊りは。なので少しね頑張らないといけないんですねはいなので本当は旅行かずになんかお菓子食べちゃってトレーニングせえって感じなんですけど、まあそれはそれでね、やるべきことはしっかりとやって、で旅はね旅で楽しみたいなと思ってます。じゃあいただいて、はい、寝ましょうゆっくり休みましょう車内にトイレあったらな、外出なくていいんで、トイレ最初いるかなとかと思ったけど、絶対いるね。絶対いるな、うちは絶対いるな。うちはなんかコーヒー飲みまくるから利尿作用がちょっとトイレのらあれただ単に初老なんやそういうことだからじゃない、やたらなんかそんな行くっていうくらいトイレ行くよ2人ともこれさ、下このエアマットにしてるやん。うんだからさ、前この布団だけやったらさ、うんこの下がもちろん引っかかんねんか。うん引っかかって動けへんねんけどさ、このエアマットやったらさ引っかかれへんから、この状態でこうああ移動できるね。そう動かせるからいい、逆に一体でいいんだね。楽やな。前はなんか足元の方がずれたりしたらめっちゃめんどくさかったけど、これやったらほんまにこのまま全部動くか動かせるら、からこれいいな。便利。ただいまの時刻は10時32分ですね。今ちょっと外どんなんかなと思って様子見てみたんですけど、すごいね風がビュービュー吹いてました。で外気温なんですけども、今はマイナス 8.6 度ですね。マイナス10度よりも下回るかなと思ったんですけど、 8.6 度なんで、今までで一番寒かったのがマイナス 8.2 度だったんですね、私たちが経験した中では。今晩がね、一応マイナス 8.6 度なんで、ちょっとね新記録ですかねでも車内がね FF ヒーターであったかいんで、あんまりねもちろん外出たらめちゃめちゃ寒いんですけど、車内にいる分にはねそんなにか寒いなっていうふうには思わないですね。以前ねこのマイナス 8.2 度ちょうど同じ場所だったんですけど、あの時はね FF ヒーターをつけてても寒かったんですよ。でも今日はちょっとパンツの方ですね、ズボンの方にダウンの入ったズボンをずっと履いてたんですね、2人とも。そしたらやっぱりね下半身が冷えなかったらそんなに前はねめっちゃ寒いなと思ったんですけど、今回はねそんなに寒くなかったですね、はい、もしね今晩あんまり寒かったらダウンのパンツを履いたまま寝てもいいかなと思ってます。で明日はですね長野県の沢安温泉の方に行きたいなと思ってます。沢安温泉はね平湯から多分有料道路に入って、で峠を越えるのかな、峠のてっぺんあたりなのかな、ちょっとわからないんですけども、その辺りにねあると思うんですよ。だからここからねそんな距離があるわけではなくて、長野県って言ってももう本当に県境、今は岐阜県と長野県の県境あたりなんで、ちょうどその県境を越えたぐらいですね、長野県側に行こうかなと思ってます。じゃあねこんばんは、もう寝たいと思います。本日もありがとうございました。おやすみなさい。
今ね、朝起きて今家内の靴を取ろうとしたんですよ。これそしたらね、靴ね張り付いてるんですよ。下にここがねくっついちゃってて結構取れないですよね。あれ、ほんまに取れへんの？あ、取れたこんな感じでね、靴がよいしょよいしょ、取れた。すごいね、母ちゃん、めっちゃ固まってるよな。固まってます。マイナス 9.7 度やったな、最低気温。もうちょっとでマイナス10度やったけど、ね、今 9.6 度とかマイナス9度ぐらいですね。やっぱ寒いなーっていう感じですね。すごい顔は別のワンちゃんみたいよ、ほんまに。いっぱい遊んだねなんか面白いなこれさあ、中で温まろう。ただいまの時刻は9時23分ですね。外気温なんですけども、今はマイナス 7.5 度ですね。室内も 9.6 度で、まあちょっと寒いですね。で、昨日の一番下がったのがマイナス 9.7 度が最低気温でしたね。もうちょっとでマイナス10度でしたね。車内で一番下がった気温が 3.9 度ですね。だから結構ね、やっぱり寒かったですね。やっぱり外がマイナス10度近くなっちゃうと、この室内も FF ヒーターをつけてなかったら 3.9 度って言ってすごくね下がりましたね。昨日ね FF ヒーターがですねちょっとね一瞬潰れたかなと思ったんですよ。 FF ヒーターのね電源を切ったんですね。で切ったら、白い白ライトになるんですね。表示のところの右の電源ボタンがですね。でそのグリーンのままなんですよ。でグリーンのままで、これをねこう押すと切れるんですけど、またこんなマークになっちゃうんですよね。で普通だったら、この辺を押したら何か反応するんですけど、反応しなくてこれがついたままなんですよね。でこれがですねこういう風に戻っちゃうんですよね。でこれがね何の意味かがわからなくってつかないんですよね。でこうリセットをするためにさっきヒューズも抜いてしたんですけど、ちょっとね前からね表示パネルの調子が悪かったんですよね。でそれを修理に行ってなかったんでとうとう潰れちゃったかなちょっとわからないんですけどね。また明日の朝までに何かで今は使用できないから止まってるだけなのか、ちょっとおかしくなっちゃったのかわかんないんですよね。なんで明日朝車内温度4度ぐらいまで下がると思うんですよね。どうしてもつかなかったらとりあえず最初の暖を取るためにこの家庭用のエアコンを暖房にして、で暖房にするとすごく電力を消費するんですね。でそれをまずポータブルから賄って、40分か50分ぐらいはつくと思うんで、でももう FF ヒーターがないとね冬場のこのマイナスの気温の中では過ごせないんで、引き返すことになるかもしれないですね。
はい、でそんな感じでね、なんかね結局ね朝のね何時ぐらいだったかな、3時ぐらいだったかな、寒いなと思ってで一度ね点検してみようと思って見てみたら、これがね白ランプにまた戻ってたんですね。でそれでこのボタンを押したらまた緑になって F ヒーターが動き出したんで、パネルに表示されてたファンのマークとヒーターのマークは今はちょっと使えませんみたいな感じだったのかなと思うんですよね。2時間ぐらいだと思うんですけど、置いたらこれが白ランプに戻ってたんですね。なので今朝からまた問題なく動いてます。もう本当にね帰らないといけないかなと思ったんでよかったです。母ちゃん、母ちゃん、はい、何やねん、もうネタ食っとんの聞こえとるやん母ちゃん、はい、朝ごはん、何ですか？たこ焼き。もうなんとさすが関西人って言われそうたこ焼き、朝からたこ焼き、はい、いつでも食べれるたこ焼きはね、あ関西人なんかちょっと声大きいねそれはレンジでチンです。またチンが始まってんな。レンジでチン。明石焼き風で食べるんですかね。今日は寒すぎるんで、ソースじゃなくて、つゆでねして食べます。はい、じゃあお願いします。はい。じゃあ母ちゃん、いただきましょう。いただきます。よいしょ。ビールじゃないでしょ、もちろん炭酸水ですけどね。母ちゃんのこれ。うわー、すごいな。危ない。潰れてる。じゃあいただきます。はい、いただきます。これがね、家内がね、これレンジでチンをしたところにお出汁を作ってくれて、たこ焼きを入れてくれました。これね、結構美味しそうだなと思って。こんな感じ。美味しそうですね。じゃあいただきます。あったかいの。お出汁美味しい。めっちゃ寒いここ。めっちゃ寒い。まだなんかこの辺多分凍ってんな、また。中が凍ってるわ。そっか。そうなるよな。これ全部中が凍ってしまってますね。この辺とか全部。
からですね、白骨温泉かな、白骨温泉長野県の方ですねに向かいたいと思います。まあ雪はですね、まあ降りましたけど、そんなに積もってないよね。積もる雪じゃなかった、なんかすごい細かい綺麗な雪がね降ってましたね。はい、なかなか寒い夜でしたね。綺麗かったですね。100メートルで平湯料金所です。じゃあここから中部縦貫道っていうのかな。実際の道路標識を確認し、逆走にご注意ください。今はね、この道路しか行けないと思うんですね。一般道もあると思うんですけど、それは冬季通行止めになってたと思うので、この道を進んで、長野県側に行きたいと思います。ですね、高速自動車道だと思って入ったんですけど、ちょっと全然一般道より結構大変な道ですね。全然ゆっくりで走らないと、これはやばいわだちもひどいですね。なんとこんな道なんや。今トンネルに入りましたけど、ちょっとこれはだいぶゆっくり走る道ですね。50キロぐらいで走るのかなと思ったんですけど、違いました。危なかったね。トンネル抜けたらいきなりガッタガタガタなのでびっくりしました。ちょっと勾配がえぐいな、これ降りんのかい。滑りそう。うわ、これ怖いね。すごい坂。怖いね、帰り。めちゃめちゃ急やな。普通で降りんのもちょっと急やなっていう。前から来たらところにはおよそ300メートル先、左方向です。母ちゃん、白骨温泉に着きました。結構ね、来る道ね、帰り大丈夫かな。ちょっと急な坂、すごい急な坂で細くって、でそれでね凍ってるんですよね。ちょっとね、考え中です他に道がないんで。でもね、他のどの車もチェーン巻いたりはしてないんで、多分まあ大丈夫かなと思うんですけどね。まあちょっともしかしたらチェーン巻かないといけないかもしれないですね。で白骨温泉はこんな感じのところ。すごいな。つらら刺さったが死にそっちなかなか雰囲気のあるとこですね。本当にやっぱりこんな山のすっごい高いところにあるよね。でもいやもうすごい高い。急になんかS 字カーブだらけの坂でね。本当で、それなのに結構ね、まあ平日なんですけど、まあ人が多分いるんだと思うんですよね。じゃあ母ちゃん、はい、せっかく来たんで、はい、楽しんで行きましょう。はい、じゃあ温泉行ってきます。中途半端に帽子かぶってるからなんか飲み屋に行った帰りのさ雪国のおっちゃんみたい飲んでません硫黄の匂いがすごい、母ちゃん、はい、温泉どうでした？ぬるかった。ぬるかったな。ぬるいですね。かなりぬるいよな。一個だけあったかいのがあったけど、それも普段入るのちょっとぬるいなと思うぐらいのあったかさやったからな。声全然出てないね。大丈夫？喉がねどんどんやられていっているみたいなんですけど、乾燥ね、乾燥したらこうなるね。温泉自体はやっぱりすごい匂いもすごいね。ぬるいのが好きな方は
長時間入れる、そうね、長時間入れますね。ただちょっとね長く入らないと、冬場はですね、夏場はいいやろな。ちょうどいいかもね、冬場はねちょっと寒いかなって思いましたね。でもシャワーがねめちゃめちゃ圧力がすごくてちょっと熱い最高やったね。暑さがねうわ跳ね返ってきたもんそう本当にね圧力すごくて、もう暑いだからそこで相殺するっていう感じでしたはい。ですね、下り行きしにすごいきつい上りで細かったところがあったんですよね。で凍結してて、でこれ登るかなと思うようなところだったんですけど、そこは結構交通量が多くて対向車も来るんですね。で狭いんでちょっとチェーンをもうちょっと滑ったらね怖いと思うんで、チェーン巻いていこうと思います。でまあこのチェーンね巻いたことはあるんですけど使ったことがないんで、ちょっとどんな感じかも試してみたいんで、使ってみます。レベラーをね、中のタイヤダブルタイヤなんで、レベラーを中のタイヤの方にかまして、でこっちのタイヤ上げるっていう方法もあるって教えてもらったんですけどね、コメントとかで。ちょっとね下が不安定なんで、もうレベラーで上げずにこのまま進む感じで、前に敷いて進んでいく感じで巻こうと思います。チェーン巻き終わりました。まあ大丈夫だと思うんですけど、ちょっとねバンド、真ん中を締めるバンドがない分ね緩いなと思うんですけど、まあこれで走ってみます。またちょっとしばらくしてチェックします。はい。この辺からすごく狭くって急な下り坂が続くんですね。でカーブもねすごい急なんで、ちょっと滑っちゃうと怖いなっていう感じですね。なのでタイヤチェーン巻きました。さっきよりでもなんかまあ橋の上やから、いつ滑ってもおかしくない。ちょっと溶けたね、さっきも。これぐらいやったらでもいけたかもねなんかさっき見た時はね、なんかすごくえげつなく感じたんですけど、氷がちょっともう溶けてますね。これだったらチェーンいらなかったな。まあでももししなくって滑って事故とかしたら後悔するんで、ちょっと危ないなと思った時はすぐするようにします。チェーン全然いらなかったですねもっとね行きはね凍ってた感じだったんで、これ危ないなと思ったんですけど、帰りはもうちょっと溶けてましたね。まあでも用心に越したことはないかなと思うんで。でまたこのねつける時に雪のないところというか、まあ普通の雪だったらそこまででもないかなと思うんですけど、気温の低いところでこのチェーンをつける時にタイヤとフェンダーの間ですね、この隙間ですね、これが普段だったら十分手が入るんですけど、雪が固まって凍ってて入らないんですね。でこれはねそうだったなと思って、もうね覚えてないんですけど、多分ね20歳ぐらいの時にチェーン巻いてからね巻いたことなかったんですよね。スタートして大体行けたんで。でもまあこのキャンピングカーはやっぱ車重があるんで、
ぱりね滑り出すのも怖いなと思って、それで巻いたんですけど、なかなか巻いてよかったですね。そうかと思って、本当にこう雪の中ですごい、今もこれ暗い時とかですねのためにやっぱりこうやって一度ね、練習はしてたんですけど、本当に巻くっていう時にそうかこんなことになるんだなと思ったら、ちょっとねちっちゃいスコップみたいなのがいりましたね、こういうのね。じゃあもうチェーン取っていきます。もう取るのはね結構ね楽に取れると思うんですよね。猿さんがいますね、右に。なんか食べてない。でもこれは止まったらこっち来るかもね。すごい。食べるもんないんやろな。過酷やな。母ちゃん、はい。沢安戸温泉の湯の郷公園に着きました。で、今夜はねここにある駐車場で車中泊をさせていただこうと思います。でここのねトイレはね、これはね24時間空いてるかはちょっとわからないんですよね。基本的には車内トイレの方を使うつもりなんで、このトイレがね空いてるかはまた夜に確かめたいと思います。でここには24時間利用可能な足湯があるんですね。この後ろにあるのが24時間入れる足湯なんですね。ここは昨日の北アルプス大橋のところに比べたらちょっと気温が高いかな。そこまで寒くは感じないね。これライトアップされるのかな。ランプが可愛い。ほんまやな。ここにランプがほんまやね。可愛い。源泉の厚さですかね。54.9 って書いてありますね。じゃあ母ちゃん、54.9 度もあるか入って確かめてみてください。押すなよ、押すなよ、押すなよ。押せよ、押せよ。何それ。押すなよ。結構押したらしっかりしとったもん。どう？そんなつけてられるってことはないよな、そんなに。でも手冷たいからかな。さっきの温泉よりあったかい感じかも。下の方つけてみて。ほんまやな。でも一緒ぐらいか。でもそこまであったかくはないかな。54度やろ。こっち行ってみましょうかね。こっちやったらこっちはなんか湧き出てる感じがしますから、ここだったら暑いかもしれないですね。ここ暑いわ。ここ暑い。ここは結構はその54度とかそんなにはないやろうけど。本当やね。ここが暑いね。ここやったら確かに。良さげな感じする。ほんまやね。ほんまや。暑い。今ですね、沢安戸温泉の駐車場にいるんですけれども、FF ヒーターがね、やっぱりまた調子が悪いみたいで、またグリーンランプがついて、なんかこういう風にヒーターのマークとファンのマークがついて、でも固まっちゃうんですね、こうなると。で、今、バンテックさんの方に電話をして、で、明日、修理ができますかっていう風に今、確認をしてもらってるんですね。もしね、修理がというか、修理はね、もうしてもらわないといけないんですけども、で、FF ヒーターなしで今晩、こういう場所ですね。このね、極寒のところ、今でマイナス 3.6 度なんですけど、外気温が。
で室内が今 F ヒーターつけてなくて 9.3 度なんですね。で、これどんどん下がってくると思うんで、それで車中泊するっていうのはちょっと無理かなと思うんですね。でこのエアコンですね、これを使っても暖は取れるんですけども、そんな長くは使えないんで、それで今思ってるのはもう帰りかけていって、で京都の近く、滋賀県か京都の辺りまで行って、で車中泊だけする感じで、 F ヒーターは使えないんで、もう着いたらすぐ寝るみたいな感じにしておけば、そんなに寒くなくなんとか朝は迎えられるかなと思うんですね。で朝にもう修理に持っていくっていうことにできればしたいなと今思ってます。今はね、バンテックさんからの連絡を待ってます。はい、またご報告します。朝って何時からやってるんでしたっけ？10時からですね。じゃあもう多分それぐらいの時間に行かせていただくと思います。すいません、お手数かけますけどよろしくお願いします。はい、失礼します。今バンテックの京都店さんから電話があって、でパネルのねパーツはもう前から取り寄せていただいてたんですね。前からちょっと調子悪かったんで、それで早く修理しとけばよかったんですけど、それを持って行ってなかったんで、それがねダメでしたね。今は長野県にいるんですけども、時刻は5時なんですね。でここからですね、もう戻っていこうと思います。戻っていくというのは京都の方に向かって走っていこうと思います。で京都の方に向かって走ってって、途中のどこか高速のパーキングで車中泊をして、で明日の朝一番でとりあえず修理をしてもらおうかなと思います。ただパネルF ヒーターのパネルの故障だったらすぐ治るらしいんですけど、本体の方の故障だったらこれはもうすぐ治らないということなので、また後日持っていかないといけないんですけども、とりあえずもう一度、なぜ持っていかないとわからないことなんで持っていこうと思います。で今晩はもうこのままここでっていうわけにはちょっと寒すぎるんで行かないので、どこかのパーキングまで走ってって、でそこでもうすぐ寝るっていう感じにしようかなと思ってます。そしたらそんなにね暖がなくてもお布団に入れば暖かいと思いますから、で明日の朝は一番でも走っていくっていうことにしておけば、そんなにねなんか苦がないかなと思っているので、今から戻ろうと思います。はい、じゃあちょっと残念ですけど、本当はめっちゃ残念なんですけど帰ります。じゃあ母ちゃん、はい、ちょっと足湯に手だけつけて帰りましょう。はい、もう元気よく帰りましょう。めっちゃ可愛い。可愛いな。いいですね。これを今晩一晩楽しみたかったんですけど残念やな、なんかめっちゃ残念。母ちゃん、このまま帰るのは尺だから、平湯の森に来ました。岐阜県側の平湯の森の温泉入って帰ろうと思ってもうなんか寒い。F ヒーター使えないから足先ジンジンしてるしもうねでこのまま帰るのもねなんかね残念すぎるので平湯の森来ました。でここで温泉と、もしご飯食べれそうだったらご飯食べて、で明日の10時までにバンテックの京都店さんに着けばいいのでもうゆっくり帰ろうと思います。楽しんで帰ります雰囲気ある。いやーすごい。なんかこれはこれで雰囲気あるな。おおすごい。やっぱりなんか奥飛騨温泉郷素敵やわ
ああ、じゃあ母ちゃん、ゆっくり帰りましょうか。ゆっくり帰りましょう。でもね、雪がね結構ひどいんで、これはねまた吹雪いてますね。前見えるかな。なんやな、いろいろちょっと大変ですね。はい。気をつけて帰ります。まずは京都に向かって行きます。結構大変そうな感じですね。ちょっとひどい。ちょっとひどいな。またひどい高速道路になりそうだ。なんか今、もしかしたら高速道路が通行止めになってるかもしれないとかっていう情報があって、難儀やなと。ちょっとすごいね、それ。これ中こんな凍ってるやん。これね、氷が入っちゃってね。母ちゃん、後ろすごいことになってますよ。いや別の車みたい。すごい。いやー、すごいなこれ。なんかちょっと間違って吹き付けした人みたいな。なんかちょっとやばいことになってますね。ちょっと初めての人がちょっとそうか、間違って全部塗りつぶしちゃったみたいな感じ。ああ、すごいな。さあ、じゃあ行きましょう。はい。通行止めですか。続いて料金所です。その先そうです。100メートルで右方向富山方面です。白鳥まで。白鳥まですごい。ああ。で右曲がって降りてから。なるほど。わかりました。はい。そうか、ここも通行止めか。なんと大変やなこれ。じゃあこれを出ればいいのかな。どうなるのかな。いけるのかな。東海北陸自動車道も白鳥インターチェンジまで通行止めに今なったみたいで、ちょうど入ろうと思ったら通行止めですっていう風になったんですね。で、今ですね、またおとつい止まった道の駅小川の方に向かってることになるんですね。そうか、結構ね、山道がこれ激しいんで、結構大変な道になりそうですね、これは。困りましたね。道の駅小川で寝るわ。疲れたね。明日になったら解除されてると思う。ここが一番みたい目的地に近づきました。案内を終了します。ここまでの所要時間は25分です。運転お疲れ様でした。ただいま。戻りました。すいません、またお世話になります。今道の駅小川ですけど、すごいですね。これステップですけど、なんかね、何かわからなくなってる。なんかタイヤのエアロパーツみたいになってます。ここからめっちゃかっこいい。すごいなこれ。高速道路が通行止めになったんで、ここもねプチ混雑になってますね。皆さん多分避難しに来たんだと思うんですけどね、こんな感じで、多分この横の車の人は外国の人だったかもしれないな。なんか言葉が
ちょっと違うかった感じでしたね。こんな時になかなか海外でこんな感じに、ね、予定外の行動を取らないといけなくなると大変でしょうね。こんな感じで、この車はさっきからいたのかな。でもね、この辺りの車はね、後からどんどん入ってきた感じでしたね。出ます。今係の方にお伺いしたんですけど、見込みは全く立ってないそうです。こんな感じで入り口が通行止めになってます。